尾崎豊真実の叫び第4章23。代理人、簡単な会話だったわけですか。夫人、はい。代理人、医師は、あなたに転院を勧めましたね。病院を変わりなさいと。夫人、はい。代理人、都立木東病院に転院しろという話は出なかったんですか。夫人、医師からは精神病院を紹介されました。代理人、その病院の名前は。夫人、聞いておりません。代理人、正確に、医師はどう転院しろという話をしたんですか。夫人、私の知っている精神病院を紹介します、という話でした。代理人、本当に精神病院という話でしたか。夫人、はい、そうです。代理人、医師はその後マスコミに喋っているんですけれども、都立木東病院というのは総合病院なんですけども、総合病院というお話も出なかったんでしょうか。夫人、出ませんでした。代理人、総合病院でより詳しい検査をした方がいいんだと、そういうお話も出なかったんですか。夫人、出ませんでした。代理人、当時医師は救急車を待たせて転院の準備をなさったらしいんですけども、そういう準備をしているという話は出ましたか。夫人、出ませんでした。兵、第25号章、92。4。25と題する書面を示す。代理人、1ページ目、下から5行目の左側に書いてあるもの。これは医師のテレビ朝日に対するインタビューの内容なんですけれども、こういう状態ですと何があるかわかりませんので経過を見るために入院をすべきであると説明したと言っておりますが、その説明は受けていないんでしょうか。夫人、受けておりません。代理人、医師の話は事実と違うということですか。夫人、はい、そうです。代理人、続いて、帰宅した後に何があっても私ども、白髭橋病院では責任は負えませんよ、とまで説明したと話していますが、こういう話は出なかったんですか。夫人、全く出ませんでした。代理人、では、この点、医師の話は事実と全く違うんだということですか。夫人、はい、そうです。代理人、車の中で大楽さん、康さんと電話をしたと言いますけどもいつのことですか。行く時の車ですか、帰りの車ですか。夫人、病院の帰りの車の中です。代理人、病院で医者は強く転院を進めて約30分ぐらい説明したと言うんですけど、あなたの話ではそういう事実はなかったと。病院には何分ぐらいいたんですか。夫人、あまり詳しく覚えておりませんが、30分ぐらいはいたと思います。代理人、30分ぐらいいて、どんな話をしていたんですか。脈拍や血圧は大丈夫です。では連れて帰ります。というんだったら10分もかからないと思われますが、夫人、30分かかったかどうかは記憶しておりませんが、その時私も気が動転しておりましたので。代理人、気が動転してたら、康さんや大楽さんの到着を待とうという考えはなかったんでしょうか。夫人、はい、代理人、どうしてですか。夫人、医師からは命に別状があるようなことも言われませんでしたし、とりあえず家に連れて帰るということで家に帰ったもんですから。代理人、帰る前に、康さん大楽さんに、こういうことだから連れて自宅に帰ります、という連絡はしなかったんですか。夫人、車に乗ってすぐ連絡しました。代理人、大楽さん、康さんにはどんな連絡をしたんですか。夫人、とりあえず自宅に連れて帰りますので自宅の前で待ち合わせをしました。代理人、なんで自宅の前で待ち合わせをしたんですか。夫人、様子を見ていただこうと思ったからです。代理人、連れて帰るんだったら、すぐ自宅マンションに戻って部屋にあげると思うんですけども。夫人、人手が必要だったからです。代理人、どういう状態だったんでしょうか。夫人、豊一人では歩けないという状態です。夫人は、脈拍が正常を強調した。さらに、夫人は医師が言っていることは嘘だと断じたのである。医師と夫人とどちらが正しいのかと言われれば一般的に、医師の発言が正しいと受け取るものである。夫人の証言は明らかに偽証である。こうして夫人は、尾崎を病院から強引に連れ出したのである。それも全身に傷があり、顔面にどす黒いコブのある凄まじい姿の尾崎を、である。この瞬間に尾崎は治療を受けるチャンスを永久に奪われてしまったのである。そしてこの時、尾崎を強引に連れ帰った夫人の行動は、当然のことながら重大な疑惑となって残った。謎の男。疑惑はそれにとどまらない。新たに出てきた目撃情報によれば、白髭橋病院ではさらに不可解なことが起きていた。尾崎の緊急搬送を聞いて病院に駆けつけたのは夫人だけではなく、かつて尾崎と一緒に仕事をした関係者が心配で駆けつけていたという。その関係者は驚くべき証言をする。茂美さんが携帯電話で誰かに電話をしたんです。
それから間もなくのことです。一人の太った青年が現れたんです。それで中年の人とこの男が、尾崎の両脇を抱えるようにして病院から連れ出したんです。医師が証言したように、尾崎は一人で歩ける状態ではなかった。その尾崎を車に乗せた二人の男がいたというのだ。その際、尾崎が体をくねらせたりしたのでかなり手間取ったと、目撃者の証言は具体的である。この二人のうちの一人は中年男性で夫人を病院に連れて行った夫人の義父、榎本氏である。義父は後になってある記者の取材に、医師は転院先など用意していなかった。用意してあれば転院させたはず。医師は嘘をついている、と平気で嘘吹いた人物。しかし目撃者が見た太った青年とは一体何者なのか。医師は、みんなで抱え上げて連れ帰った、とこの状況を記憶している。しかし誰が夫人の関係者なのか、よくわからなかったようだ。太った青年はその中の一人として紛れ込んでいたとみられる。夫人の病院での行動には常人には理解しがたいものがある。どす黒いこぶ、全身の擦り傷、ろれつが回らず意味不明な言語を発する状態に置かれていた尾崎を、なぜ医師に反対して連れ帰ったのか。夫人が医師の説得を拒否したことで、尾崎が治療を受けるチャンスを完全に断ち切られたこと、そして死んでいったことは、紛れもない事実なのである。尾崎の死の直後、医師はテレビ朝日のインタビューに悔しそうに答えていた。私どもとしましては誠心誠意、説得しましたが、どうしても選択されなかったのです。その通りに転院しておれば、少なくともチャンスはあったんじゃないか。才能のある方と伺いましてね、非常に残念に思います。再三言われてきたように、夫人が尾崎を病院から強引に連れ帰ったことは動かしがたい事実だ。そしてこの事実こそ夫人の最大の疑惑なのである。当時、夫人が尾崎を強引に連れ帰った経緯を、医師が興奮した口調で話したわけはこれで理解できるだろう。また、医師がマスコミにその経緯を話したことが原因で、その後様々な脅しを受けてきたという。その嫌がらせの中には、事実を話すな、ということも含まれていたという。一体誰が何のために医師に脅しをかけたのだろうか。それは田崎の仕業であった。一言ではとても言えない嫌なことがたくさんありました。だからこのことについてはあまり話したくないのです。私はとにかく精一杯、説得したのです。それをどうしても分かってもらえなかったということです。と、医師は94年、2年ぶりに重い口を開いて事情を話した。さらに夫人が義父にかけさせた電話の問題がある。夫人は、手記、6年間、で大楽氏に連絡を取ったことを認めているが、問題はその時間と内容、にある。前述のようにその電話は夫人が病院に到着した直後にかけられたとみられる。大楽氏の記憶では、義父から電話が入ったのは午前6時30分から7時の間だったという。ところがその時間帯は、夫人が病院で医師と対立していた時間である。まだ尾崎を連れ出す前の時点なのである。夫人が義父を介して大楽氏に自宅に向かうよう指示したのは、病院に来られてはまずいと思ったからだろう。